はい、ただいま7月15日朝5時15分です。この動画では草刈りの映像を見ながら限界集落だった池谷集落が再生するまでの物語を連続シリーズでお届けしたいと思います。バックナンバーは再生リストで整理しますので、他の回をご覧いただきたい場合は再生リストからどうぞご覧ください。再生リストのリンクは概要欄に貼っておきます。続きをご覧いただきたい方はチャンネル登録いただきますと、更新したらすぐにご覧いただけますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。また字幕をオンにしていただきますと字幕も見れますのでご活用ください。それでは第7話行ってみましょう。オラたちの米を売ろう。2004年の中越大震災で被災した池谷集落。廃村寸前まで追い込まれましたが、都会から震災復興のボランティアを受け入れる中で集落の宝を見つけ前向きになってきました。そしてこれまでタブーであった集落の存続についてもしっかりと目を向け、よその人でもいいから集落を継いでくれる人を受け入れて集落を存続させることが目標として共有されました。そして現在も集落の大事な収益源となっているお米の販売の取り組みがこの頃から始まりました。池谷集落の棚田では山の湧き水を引いて米を栽培しています。十日町市は魚沼産コシヒカリの産地です。もちろん池谷集落のコシヒカリも魚沼産コシヒカリです。それまでは収穫したお米はすべて農協とか米国商に出荷していましたが、なんとか集落自慢のお米を直接消費者に売ることができないだろうかと集落の人たちは考えるようになりました。直接販売をすれば農協などに出荷するよりも高くお米を売ることができます。2005年の6月20日に新潟市内で行われた棚田の学校講座に山本さんは稲田さんと一緒に参加をしました。NPO 法人棚田ネットワークの代表の中島峰弘先生の講演を聞くためでした。ところがこの時はカーナビがついてない車に乗っていたんで、会場がわからずに迷いに迷った挙句、到着した時はすでに中島先生の講演はほとんど終わってました。けれども懇親会の時に山本さんはたまたま中島先生の隣になり、全員が自己紹介をすると、会場に現役の農家はなんと山本さん一人だけだったということが分かりました。そこで中島先生は山本さんに名刺をくださいと申し出たんですが、山本さんは名刺を持っていませんでした。なので慌ててですね、紙にペンで連絡先を書いて中島先生に渡しました。これが山本さんと中島先生の最初の出会いでした。そして山本さんが中島先生と再会したのは、池谷集落を支援するボランティアの方によって企画された東京での中越大震災支援イベントでした。ボランティアの中に株式会社大塚商会の職員の方がいまして、2005年の11月に歌手の八重さんを招いて、八重新潟チャリティーライブが大塚商会の会議室で社員向けに開催されました。そこで山本さんの米を販売したところ、始まるや否やあっという間に売り切れてしまいました。中島先生もその場に居合わせてまして、あの時の山本さんとこんなとこで出会うとはと言われたんでした。山本さんからすると、この時が中島先生に池谷入山の
地域おこしの活動に関心を持ってもらえた一つのきっかけになったといいます。続いて11月には同社の社員向けに試験販売3キロ入り1950円をする段取りをつけてもらいました。32人が注文し、購入者のアンケートからも美味しい、今後も買いたいと高評価を得ることができました。米の直販事業は2006年4月から本格的に実施しました。後に山清水米とブランド名をつけましたが、当初は池谷入山の米と呼んでいました。主な宣伝先はジェンの支援者で、ジェンのニュースレターにチラシを無料で封入させてもらいました。そのおかげで最初の年は31票約 1.9 トンを販売することができ、集落の人たちは手応えを感じました。はじめはファックスで注文を受けて、曽根武さん、屋号つぐらが販売事務をパソコンで行ってましたが、徐々に注文数が増えてくると、対応が非常に困難になってきました。なので2007年から2008年の10月まではボランティアの調整員だった、池谷分校に住み込みで、いたですね、今村さんが定期的に池谷集落に訪問をして、事務をこなしました。また当初集落に、十分な精米機や石抜き機がなかったため、各生産者が割り当て分の米を町場のコイン精米機で精米して持ち寄って、で手作業で各生産者のお米を混ぜて計量して袋詰めをしてました。そうしているとですね、そのうちに、買った人から、色が変わった米ですね、カメムシの被害を受けたお米などが混入しているという苦情を受けまして、これを人の手でね、もうちまちまと除去するようになりました。販売量が増えるというのは非常にありがたいことだったんですが、人の手でですね、手作業で細かい作業をするっていうのは、なかなかですね、高齢の池谷集落の住民の人たちにとっては苦労が多いもんでしたし、見落としもあったりしてですね、品質管理というのは、今から考えるとですね、とても不十分な状態であったわけです。このような大変な作業を機械の力で解決できるようになっていくには、まだですね、もうしばらくの時間がかかりましたが、お米の直販をなんとかね実行し始めたというのは、この頃非常にですね大いなる意義があったことだというふうに思います。さて今回はですね、お米の直販が始まったところの経緯についてお話をしていきました。次回はさらに池谷集落の復興に向けていろんな動きが取られていったわけですが、その件についてお話をしていきたいというふうに思います。そちらもぜひお楽しみにしていただければというふうに思います。それではここまでお聞きいただきまして本当にありがとうございました。最後にまたですね、いつものように草刈りのやってるメンバーからですね、最後の感想も述べさせていただきますので、そちらの方もぜひご覧いただければというふうに思います。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。じゃあ僕は昨日虫が顔に刺されてくるんで、対策として防虫スプレーを首周りにやったら一定の効果があったと思います。それで今日はそれほど刺されてないと思います。以上です。今日は最後の方雨が降ったんですけど、比較的涼しくて、快適に草が、枯れました。結構斜面が多かったんで大変だったんですけど、涼しくて良かったです。以上です。はい、今日はちょっと
私は最初若干二日酔い気味だったんですが、汗かいたら治りました。ということで二日酔いは本当汗かくとかなり回復が早くていいと思います。以上です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、終了時刻が8時半でした。